将来を考えたときに、ためになること。その瞬間は自分にとって良い選択ですよね。トレーニングとかそうですよね。やりたくないなって一瞬思っちゃったとしても、こんにちは、モンジです。このチャンネルでは、14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円売り上げて培った組織づくり、育成など役に立つ内容をお話ししています。興味がある人だけ見てくれたら嬉しいです。はい。本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマがですね、不快な今が快適な未来を作る逆転の思考法ということで、ちょっとこれ興味深い内容になってますが、どういったことでしょうか？そうですね。極端に書いてますけど、はい。不快な今が快適な未来を作るということで、はい。今日どんな選択をしましたかと。はい。例えばですけど、甘いお菓子を食べるのかと、我慢をするかとか、夜更かしするのかと、早く寝るのかと、今すぐ楽になることとか楽しいこととか、はい。今良いと自分が感じてしまうこと、と、将来を考えたときに、ためになること。そんなことを、私たち毎日選択、無意識に繰り返してるんですよね。はい。目の前の快適さって、例えば、僕とってもラーメンが好きなんですけど、はい。ラーメンって食べ続けると太るし、あんまり体にいいとは言えないし、はい。動画とかダラダラ見ちゃったり、今これやんなきゃいけないなと思うんだけど、今やりたくないから、後でやろうとか、後回しにしたりとか。はい。なんかこういう選択って、一時的には自分に対して素直で、はい。本能に従ってというか気持ちいいもの。その瞬間は自分にとって良い選択ですよね。確かにそうですね。甘いお菓子があって、ね、食べたら美味しいし、みたいな。はい。でもその積み重ねって、先ほどもちょっと言ったように、続けすぎると、例えば体調があんまり良くない、体調不良ですね。はい。とか、時間の浪費、ストレスや後悔。はい。そんな形で、後から帰ってくるってことなんですよね。なるほど。すごい端的に言うと、簡単な判断、目の前がいいっていうだけを判断を続けると、人生どんどん難しくなりますよと。これが短期の良いと思われることが、心地よさが、長期で考えたら苦を生むみたいな一つの構造ですと。だから短期的に良いことって長期的に見ると良くないことが多い。いや、確かに。で、長期的に良いことは短期的に苦しいこととか大変なことっていうのが多いっていうのが多分実態なんですよ。なるほど。だから例えば僕正直野菜あんま好きじゃないんですよ。野菜も好きじゃないんですか？珍しいですね。食生活だけで自分の好き嫌いだけで言ったらとてつもなく不健康な食生活ですね。はい。だから例えばじゃあ、生のブロッコリーが出てきたっていうと、いやちょっと食べたくないなとか、美味しくないんだよなとか、こういうふうに感じますけど、でもそういう選択って未来の自分を考えた時に、助けてくれるというか、長期的に考えたら良いっていうことがあるんですよね。もうちょっと例を言うと、例えば朝少し早く起きて読書するとか、運動を習慣にするとか、ちょっと逃げたくなるような業務にすぐに正面から取り組むとか、そういう地味できつい行動っていうのはすぐには報われないんですよ。でもそれが習慣化されると、健康とか成長とか信頼自己肯定感といった長期的に考えてやっぱ良いものを手に入れることができるんですよね。なるほど。人生を楽しみたいとか、良くしたい、豊かにしたいと思うんだったら、目の前の選択は少しきつい選択を取ることとか、嫌なことを選択するとか、実は結構一番近道だったりします。とは言ってもねという人も多いと思うんですけど、少し選択を変えるコツみたいなお話すると、とにかくやっぱ人って目の前の欲に負けるんですよ。流されますよね。だからこそやっぱ大事なのが、そういうことを考える前にちょっとでも動いちゃおうと。動く。例えばだから朝起きて目が覚めてベッドから起きようかなという時に、いやでも眠いな、もうちょっと寝れるな、こんなことを考え始めるよりも、起きようって、そうやって正しい選択を習慣化していけば、いちいち迷わずに済むし、目の前のその症状みたいなですね、
一時のその欲を見るんではなくて、背景にあるやっぱり構造とか習慣に目を向けて見ることも大切なんですよ。人生の選択って時間軸の逆転構造があるなと思ってます。今が楽ってことは後で来るし、今が大変ってことは後で楽になるみたいなですね。どっちを選択したいかっていう時には、やっぱり未来の自分を良くする選択っていうのをやっぱ今目の前この瞬間から意識していくってことがとても大切かなと。なるほど。欲に駆られそうになった時は、今がいいのがいいのか、未来がいいのがいいのか、どっちの方が大事にしたいのかという視点で判断するっていうことが大事かなと。それが本当の意味で長い時間軸をかけた中で人生を豊かにする選択の力になるんじゃないかなと思ってますよね。なかなか難しくないですか？欲に勝つっていう。それをこう難しいっていう風に考えちゃったり捉えちゃったりすると、できない理由を増すことになっちゃうんで、考えずにちょっとやってみると。なるほど。こういうのがやっぱりコツなんじゃないかなと思うんですよね。それが習慣化していけば、辛いとか難しいっていう感情さえもなくなっていくんですかね。そうですね。だからまさにその事例の中で、もう一つ言うと、例えばトレーニングとかそうですよね。例えばじゃあジムでトレーニングしようと。ね、目の前嫌じゃないですか。だって辛いんですよ。確かに。今だけを考えてやるかやらないかって選択を迫られたら、別に目標がなかったりとか習慣がなかったら、やらないっていう選択を多分誰しも取るんですよね。だってわざわざ疲れるんですよ。大変なんですよ。でも長期的に考えたら、それを続けることによって良くて健康な体と手に入れられるわけじゃないですか。でもこれを習慣にしてしまえば逆にやらないのが気持ち悪くなるわけですよね。そうか。ジムで考えるとそりゃそうだよねってなるんですけど、人生とか仕事においてもこの選択を日々やっぱやってるわけですよ。それこそだから習慣ですよね。今がうわ大変だとかやりたくないなって一瞬思っちゃったとしても、だからこそやっぱりこれをやった方が後で楽になるとか、後で豊かになるとか、自分の10年後の成長を考えた時にっていう考える思考の癖もつけたわけですね。考える癖、これ大事ですね。確かに。それでも多分負けちゃう時があったり、無意識に今楽な選択をしちゃう時があると思うんです。これは人間だから僕もそうですと。でも1回やったからいいや、2回3回ってなっちゃうのも分かってるから、それも理解しながら毎回考えるんですよね。なるほど。とにかく世の中の構造として、人生の構造として、目先にすごいいいことは長期的に良くないこと、長期的に良いことは目先ちょっと大変なことっていう構造があるっていうことをまず理解して、どういう選択をするのかっていうのをやっぱ自分が常に考える、これを繰り返していくことをやってほしいなと思いますよね。なるほど。そうですね。簡単な判断ばかり積み重ねちゃったら人生難しくなっていくんですよ。難しい判断積み重ねると人生は容易になっていきますよ。本能にあんまり任せすぎたりとか、何も考えてないと人って一瞬の快楽とか流されがちなんですよね。長い人生を考えた中で受ける質の高い選択、で僕の経験則は長い人生って言いますけど、別に70になって80になってっていう話じゃないですよね。早い人は40歳ぐらいとかで、結構質の高い人生になっていきますよね。だからやっぱり本当にこれが一番重要なことって、僕としてはやっぱり20代なんじゃないかなと思うんですよね。20代。だって10代の時だって皆さん普通に考えたら勉強好きですかと。僕はすごい嫌いでしたけど、皆さんも多分勉強私大好きなんですよなんていう人って結構少数だと思うんですよ。確かに。だから皆さんも今10代でそれやってるじゃないですか。本能的にね、選択をするんだったら、勉強せずにゲームしてたいですよね。してたいですね。でもゲームばっかしてたら、大体の人はその道で生きていけないから、大体の人ってやっぱり、その先の人生考えると、収入の差ってめちゃめちゃ出てきますし、だから10代とにかく目先は勉強嫌だけど、やってるわけじゃないですか。でも将来を考えた時にその勉強をした何を勉強したかよりも、勉強する習慣とか、もしかしたら勉強した内容とか、こういったものが将来自分を豊かにするっていう風になってるからですよ。
じゃなかったらわざわざ人が嫌がるようなことをやらせたくないですよね。それを10代でやってるんですよね。10代でその骨格を作ったとしたら、それを今度社会に出て実践に生かすのって20代なんですよね。20代。20代もそういう習慣を滅ぼさずに継続して、同じような習慣を対仕事とか、20代多分いっぱい働く時だと思うんで、そこにやっぱ当てるわけですよ。それができないと、そりゃあ30代とか30代後半40になってきて、質の高い選択できないから、どんどんやっぱり短期的な楽を選んでいくと、稼げるはずはないし、資産も残るはずないですよと。心の豊かさもそんなに増えることもないんじゃないかなと思うんですよね。とにかく10代でそもそもみんな多分嫌だと思ったけどやってるんで、それをこう20代社会に出た時に社会とか仕事に対しても同じようにやっぱ将来を考えてやるんですよ。そうじゃないと30代40代になった時に後悔することになりますよと思いますよね。なるほど。ありがとうございます。簡単に言うと短期的に良いと思った選択が長期的に見ると良くない選択であったり、短期的に嫌だなと思った選択が長期的に見ると良い選択であるっていうことが多いってことです。だから安易に目先の欲や楽にとらわれてはいけないことが多いので、よく考えて行動しようってことですかね。はい、ありがとうございます。今回以上になります。もしこの動画を最後まで見ちゃった方、気づきを得た方、良かったなと思う方が少しでもいてくれたら幸いです。